真夜中、お母さんの足音で目が覚めてしまう。しつけに厳しい変わっと育ちのお母さんは、お城使いの御女中のように音もなく廊下を歩くが、そのわずかな気配に体が反応してしまうのだ。心臓がバクバク鳴ってる。再び眠りにつこうとすると、いろんな思いが濁流になって頭の中を駆け巡ってゆく。お母さんのエンジ色のダッフルコート、あのせいで私は父の最後に会えなかった。戸惑う私の顔を見て嬉しそうに笑ったお母さん。頭のいいお母さんには全て計算づくのことだったのかもしれない。カワット一のお根性はそんな悪魔のような人だったのか。サナオを揺り起こして全部話してしまおうか。そうすればきっと楽になれる。何もかも夫に預けてしまいたい気持ちと、このまま何も知らずに安らかに眠らせてあげたい気持ち、揺れ返すたびに夜の闇はますます深くなっていく。わあ、目の下腫れて真っ赤っかだ。眠れないことは隠せても、それ以上に辛いことがある。冷たい水で引き締めなきゃ。おはよう、萌え。それは。はい、萌えさん。食事のことはお母さんにお任せしますと私が言ってから、お母さんは勝ち誇ったように柔らかいご飯を炊く。そして海苔のようにしゃもじにくっついたご飯を私のお茶碗の縁でごっそりとこそげ落としている。どうしたんだ萌え、食欲ないのか？そんなことないわ。どんなに吐き気をこらえて飲み込んでもお茶碗半分食べるのがやっとだった。父の最後に駆けつけるのを邪魔したあの流れ馬がお母さんの仕業と知ってから、日常の中のすべてのことからお母さんの悪意が透けて見えるようになってしまった。まあ萌えちゃん、そんな憔悴した顔して一体あのお根性に何をされたの？そんな心配しないで麹屋のおばさん。私はただお母さんの柔らかいご飯が苦手なだけなんです。酷なこと言うようだけどね、何をされても顔に出しちゃダメよ。萌えちゃんが弱みを見せたら、藤子さんって人は余計につけ込むから。うすうすそんな気がしていた。私が苦しめば苦しむほどカワット一のお根性を喜ばせることになるのだと。ごめんね萌えちゃん、おばさん何の力にもなってあげられなくて。おばさん、その花、この像か？さっき道で拾ったんだけど、それって川波の春祭りでくれる山吹の花よ。懐かしいわ。私が川波にいた頃はね、3月になると町中がもうお祭りの話で持ちきりになったものよ。おばさん、川波のだし番付って知ってる？だし番付？お祭りに引くだしのどれが華やかだったとか、どれが威勢が良かったとか、順番をつけるのよ。ほろ酔い気分のみんなが勝手なこと言い合ううちになんとなく決まっちゃう適当な番付だから、賞状1枚出るわけじゃないけど、番付の1位になった町内の人はね、とっても誇らしい気持ちで来年の春まで過ごすことができるのよ。素敵ね。川波のお祭りは賑やかですもんね。私ちっとも気がつかなかったわ。もう春になってたこと。川波から風に乗って聞こえてくる太鼓の音も今年は聞こえなかった。おばさん、私川波へ帰りたくなっちゃった。萌えちゃん、その造花萌えちゃんにあげるわ。おばさん、山吹の花は川波の縁起物なんでしょ。きっと萌えちゃんにいいことがやってくるわよ。だといいな。ちょっとそこの人。その花返してくれないかしら。私のなんだけど。あなたが落としたってこと？そうよ。だから早く返して。この花を持ち歩いてるってことは、もしかしてあなたも川波育ち？いいえ、私はカワットの人間よ。この造花はうちの子供がお祭りに行ってもらってきただけ。なんだ。あなた、川波からお嫁に来た渋沢萌えさんね。どうして私の名前を？あなた今4位よ。
4位？私が？一体何の話？嫁姑番付よ。嫁姑番付？一晩考えたけど結局わかんなかった。どういう意味なの？嫁姑番付って。いただきます。あ、ご飯が前よりももっと柔らかくなってる。私が柔らかいご飯を苦手に思ってるの知ってわざとやってる。でも他の人たちはこんなご飯で文句言わないのかしら。やっぱりお母さんのご飯は美味しいわ。うん、うまいな。あ、そうか。この家の人たちはみんなお母さんのすることにはどんなことでも慣れてしまうようになっているんだわ。この一膳をなんとか飲み込んでしまえればお昼は私一人で何か別なものを食べられる。お母さんと初子さんは昼間は大抵連れ立って出かけてしまうから。萌さんも何かと忙しいでしょうから、今日からはお昼の分までご飯炊いておくようにしましたからね。若いんだから残さずにたくさん食べてちょうだいね。はい。なんて念のいった嫌がらせだろう。なんだ、食事中だぞ。どうしてみんな何とも思わないんだ。萌がこんなに何日も続けて食欲がないのに。サナオ。萌、言ってくれ。体の具合でも悪いのか、それとも何か悩んでることでもあるのか。話してくれ萌。俺たちみんな家族じゃないか。ごめんなさいサナオ。私ずっとお味噌汁かけたご飯が食べたかったの。だけどあんまりお料理が悪いから我慢してて、それで。やだもう、そんなの見せないでよ。カワットじゃお茶碗だって汚さないで食べるようにしつけられてんのに。まあこの際仕方ないだろう。食欲がなくて病気になるよりはずっといい。親父の言う通りだよ。遠慮のしすぎはダメだぞ萌。よかった。ご飯もなんとか食べられたし、サナオにも変に思われなかったみたいだし。ごちそうさま。行ってきます。よかったですって？さっきはサナオに打ち明ける絶好の機会だった。それを自分から潰してほっとしてるなんて。私知らない間にお母さんにいじめられることに慣れ始めてしまっているんだ。あなた今この世の中で私だけが不幸とか思っていたでしょ。何？あなたはこの前の嫁姑番付よ。ほらあそこの家。あの家がどうかしたの？ベランダにいる人を見て。彼女のお姑さんは子供のしつけに事細かに口を出す人で、彼女はそのせいでこの頃少しノイローゼ気味。四つ辻にあるクリーニング屋の奥さんはお金にしわいお姑さんに泣かされてるわ。一月に使える額が決められてて、靴下一枚自分では買えないの。ただしこの二人は惜しくもランク外。番付に入るほどじゃないわ。もしかして嫁姑番付ってそういう？そうよ。正確に言えば嫁いびり番付だけど、あんまりにもあからさまなので嫁姑番付ってみんな呼んでるの。そして今あなたはこの番付の4位につけている。カーナミの人はすぐ顔に出るわね。自分の順位を初めて知った時の反応って2つに分かれるのよ。私はそんなに不幸じゃないわって不快に思うタイプと、私の不幸がその程度にしか扱われてないって怒り出すタイプ。あなた今思ったでしょ。カワット1のお根性を姑に持つ私がなんで4位止まりなんだろうって。カーナミの人間を甘く見ないでよ。カンカン橋を一歩越えれば手の早いのは挨拶代わりなんだから。まず第一に私が怒ったのはカワットにはそんな番付しかないのかって情けなくなったからよ。そしてもう一つ、あなたがなんで私の家のことに詳しいのか知らないけど、そこまで立ち入ったこと口にするんだったら、まずは自分の氏素性を名乗るのが道理ってもんでしょ。
私はゴンドギよ、ゴンドギさやか。あなたの事情に詳しいのは別に不自然なことじゃないわ。カワットの女なら誰だって嫁姑番付のことは知ってるし、人の不幸を語るのが嫌いな人なんていないもの。なんならあなたが4位にしかなれない理由を教えてあげてもいいわよ。いいえ、結構よ。私、また一つカワットが嫌いになったわ。お腹が空いた。でも日が暮れる前に家に帰って、あの柔らかすぎるご飯をなんとかしないと。ダメだ。寝不足続きで頭の芯がメキメキ痛くなってきた。もうボロボロだわ私。いっそこのままカンカン橋を渡ってしまおうか。これ私が漬けた梅漬け、あなたにあげる。ご飯おじやにして、それ乗せて食べると合うから。どうも。なんだろう今の人。もち米よ。うちには歯の悪い年寄りがいて柔らかいご飯を炊くんだけど、それじゃ子供がかわいそうでしょ。だからもち米をちょっぴり混ぜてるの。そうすれば柔らかくても歯ごたえのあるご飯になるわ。わかった。もち米よ、もち米。なんだか今日は知らない人から声かけられる日ね。萌えちゃん。岩さん。みんなから教えてもらえた？柔らかいご飯の食べ方。じゃあ岩さんが。麹屋さんから萌えちゃんが困っているって聞いて、私とマルさんでみんなに知恵を貸してくれるように頼んで回ったの。マルさんも。みんな喜んで協力してくれるわよ。あのお根性に一度はひどい目に遭ってるから。萌えちゃん、分かってほしいの。カワットの人間はとっつきにくくて薄情そうに見えるけど、一度心を許した相手にはどこまでも親身になってくれるのよ。あなたが素直で気持ちのいい子だってのは見ればわかるわ。そんな子がたった一人でカワット一のお根性の矢面に立ってるのを誰が見捨てておけるもんですか。おから寿司って言ってね、遠くの親戚に教わったの。これおから、酢とおからとしいたけ、人参、ご飯に混ぜて俵型に握る。柔らかいご飯の方が作りやすいって。卵とお味噌と小麦粉をご飯に混ぜて、フライパンに油をひいてこんがり焼くの。ハンバーグみたいで美味しいわよ。私間違ってた。麹屋のおばさんに岩さんに丸さん、そしてサナオだってカワットの人なのに、カワットのすべてを嫌いになろうとしていたんだわ。これでわかったでしょ。あなたが4位の理由。ゴンダワラさん。ゴンドギよ。あなたはカワット一のお根性を姑に持っていることで、カワット中のおばさんたちから同情されてるわ。だけど世間には誰にも同情されず、愚痴さえ聞いてもらえずに、たった一人で苦しんでいる人はいっぱいいるのよ。この人の言う通りかもしれない。嫁姑番付の4位と言われた時は嫌な気分になったけど、私以外にもお姑さんのことで苦しんでる人がいる。ひょっとしたら私よりもっと辛い思いをしてる人も。今この瞬間にも私と同じ悩みを抱えた人がどこかにいるんだ。それじゃ失礼させていただくわ。さよなら渋沢さん。カーナミの山吹の花がこの人との出会いをくれたのかしら。待って、ゴンドキさん。私を3位の人に会わせてください。